れやっちゃったかもな。その時本当に血の気が引いてて、いや本当にバカすぎる。これは完全にもう自業自得です。 YouTube が今後続けられなくなるかもしれません。皆さん、こんにちは。ハンガリー学部生の大輝です。現在はですね、8月の末に撮影していて、夏休み中になります。この夏休みは YouTube に本格的に力を入れて、頑張ってきていて、学期中に取りためた素材をせっせと、頑張って編集しています。そのおかげで着実にチャンネルも伸びてきていて、本当にいつも見てくださってる方には、感謝の気持ちでいっぱいです。いろいろと YouTube のコメントや Instagram の DM の方でも様々応援のメッセージをいただいていて、本当に皆様の応援のおかげで、この YouTube 活動を頑張れています。はい。それでは本題に戻るんですけど、夏休みということでですね、先日まで旅行に行っていました。ですがなんとそこで事件は起きました。結論から言うとですね、自分の相棒であるこの GoPro が壊れてしまいました。自分のチャンネルをいつも見てくださってる方ならわかると思うんですけど、自分のチャンネルのメインコンテンツは Vlog となっていて、いつもハンガリー医学部の生活の様子を勉強 Vlog という形で発信しているわけなんですけど、基本的にはですね、外ではこの GoPro を使って動画を回していたので、この GoPro が壊れてしまったということで、今後 Vlog 動画が撮れなくなってしまいました。ことの経緯をもう少し詳しく説明すると、夏休み旅行で、海に行ったんですよ。海辺で、特に、マリンスポーツをするとかいうわけではなくて、浅瀬の方で写真とか動画を、撮っていたんですけど、ご存知の通りこの GoPro は防水なので、多少水に入れても問題ないはずなんですよ。この GoPro を水中に入れて動画を撮影したりしていたわけなんですけど、そこで事件は起きました。急に GoPro の画面がフリーズしまして、SD カードのエラーが起きたという風な警告が出ました。その時本当に血の気が引いてですね、急いで海から出て確認したんですけど、普段はですね、そういったエラーが出た時は基本的にはこのバッテリーカバーを開けてバッテリーを抜いて差し込めば、基本的には解決するんですけど、今回はバッテリーを抜いた時にですね、問題に気づきました。なんとですね、中に水滴が入っていました。原因はですね、その時すぐに分かったんですけど、この GoPro のサイドのバッテリーカバーをですね、サードパーティー製のものに付け替えてたんですよ。フィットスティールっていう会社のものなんですけど、付け替えた理由としては、このようにですね、外から USB-C ポートにアクセスできるっていうことで、元々の GoPro のサイドカバーだと、わざわざこうやってですね、カバーを開けて、外から、充電するためにケーブルを差し込む必要があったんですけど、自分は、よく外で Vlog 撮っていて、充電がやっぱ切れてしまうので、このように、外から給電しながら、撮影できた方が、便利だろうということで、このカバーを使っていたんですけど、もちろんこのように開くということはですね、水も入るっていうわけですよね。いや、本当にバカすぎる。これは完全にもう自業自得です。このサイドカバーを付け替えたのが、約半年前ぐらいで、それから水辺で使うことがなかったので、完全に何も考えずに、普通に、GoPro だから大丈夫だろうということで、水の中で使っていたんですけど、案の定この隙間から、水が中に入ってしまって GoPro が水没してしまいました。とりあえずですね、その場で焦って、タオルでパッと拭いて、もう一回電源をつけ直してみたんですけど、特に反応はなく、そのままホテルに戻ることにしました。そこでですね、GoPro 水没どうするみたいな感じで調べて、いろんな記事を見ていくうちにですね、とりあえず乾燥させれば復活の可能性があるということになりまして、頑張ってドライヤーで数分間当てたり、中を、しっかりと水を切ったりして、乾燥させてみました。本当は電化製品が水没してしまった時は、完全に水が乾燥するまで電源をつけるのは NG っていう風になってるんですけど、その時、めちゃくちゃ内心焦っている自分としては、そういったことはもちろん頭になくて、急いで乾かした後に電源をつけてしまいました。その時にですね、この GoPro にとどめを刺してしまいました。電源をつけて、ブツブツっていう明らかに変な音が中からしたんですよ。これやっちゃったかもなーっていう風にすぐ思ったんですけど、案の定 GoPro がショートしてしまいました。そこからですね、ちょっと完全に放置して、何日間か乾かしたりして試してみたんですけど、前の画面だけ一瞬ついたみたいな、ことが何回かあったんですけど、それも一瞬のことで、しばらくしたらもう完全に起動しなくなってしまいました。ということで、自分の相棒が、お亡くなりになってしまったわけなんですけど、GoPro はサブスクリプションに入っていると、優勝で交換サービスが使えるので、それも、カスタマーセンターに問い合わせて調べてみました。ただ、優勝のその交換サービスは、ハンガリーは対象国でないということが、分かりました。今回は日本に帰国せずに、ハンガリーに戻ってきてしまっていたので、とりあえずその交換サービスも使えないと。また、その優勝サービスを使ったとしてもですね、サブスクリプションに入り直して、その優勝のサービスを使うと、結局2万円ぐらい交換に費用がかかるっていうことで、この GoPro を使うのは、諦めざるを得なくなってしまいました。もちろん、この今自分が撮っている一眼カメラや、自分が持っているこの iPhone 13 Pro を使えば、Vlog を撮ることもできるんですけど、どうしてもこの一眼カメラだと Vlog として、学校生活を映すには、重くて、現実的ではないっていうのがあって、この iPhone 13 Pro もですね、もちろん画質悪いわけではないんですけど、映像ある程度こだわっている
身としては、どうしても iPhone で撮っている感が否めないと言いますか。あとやっぱり外カメでいい画質で撮ろうと思うと、自分の顔が見えないっていうのがね、やっぱり Vlog を撮るにはどうしても不便なので、新しい Vlog 用のカメラを購入することが必要ということになりました。はい、ということで、ちょっとサムネとタイトルでも心配をおかけしたんですけど、今回はなんと、新しいカメラを購入することに決めました。そしてですね、もうすでに、実は購入してあって手元に届いております。ということで、今後自分が使っていくカメラは、こちらの DJI Osmo Pocket 3になります。はい、ということで、この DJI Osmo Pocket 3はですね、1年前ぐらいに出たカメラなんですけど、かなり YouTube や、SNS 界隈では人気のカメラになっています。自分が Vlog を撮る上で大事にしたいのは、コンパクトさ、映像の綺麗さ、そして音声の質になります。この GoPro もですね、電子手ブレ補正の機能はすごく強くて、あと広告で、綺麗な映像は撮れていたんですけど、センサーサイズが小さいのもあって、やはりちょっと暗いところでの撮影とか、あとちょっと音声っていう面ではなかなか厳しいなっていう風に正直感じていたので、今回はですね、その自分が大事にしたいポイントを全て満たしてくれるこのDJI Osmo Pocket 3を、購入することに決めました。正直全く安い買い物ではないのでかなり、迷いました。自分はワイヤレスマイクとか三脚とかいろんなものが、詰まっているこのクリエイターコンボっていうものを買ったんですけど、日本の公式価格だと 99,880 円となっています。ただですね、自分は今ハンガリーに帰ってきてしまっていたので、ハンガリーは有料価格に、なってしまうんですよ。そうするとちょっと円安も相まって、日本の価格よりちょっと15,000円ぐらいかなと正直高くなってしまったんですけど、背に腹は変えられないということで仕方なく、それを購入することに決めました。ただですね、ここに RB ユニットっていう風に書いてあるんですけど、ファービッシュとユニットといって、いわゆる整備済み用品を、買うことにしました。DJI の公式のサイトから、整備済み用品っていうのを選ぶことができて、しっかりと DJI のスタッフの方が点検して、ほぼ新品同様の商品を、少し安く購入できるということで、自分は約5,000円ぐらい、新品より、安く購入することができました。それでもね、10万円の買い物にはなるので、正直散財です。ただですね、今回は、これから YouTube を頑張っていくという、決意の表明として買うことにしました。YouTube から、いただけるお金っていうのは、正直ビビたるものなんですけど、これからもっと頑張ってチャンネルを大きくして、この分も取り返していければいいなというふうに、思っています。今から早速この DJI Osmo Pocket 3の、開封動画を、YouTube ショーツ用に撮っていきたいと思うんですけど、スペックとかは、もうたくさんガジェット系 YouTuber の方々がレビューしているので、そういった購入商品紹介の動画というよりは、今後自分が、使っていく中でですね、機会があれば海外医学部生系 YouTuber みたいな視点から、この商品も紹介していければなというふうに思っています。この新しいカメラを使ってですね、これからお届けするコンテンツの質も、向上していけるというふうに思っているので、正直自分も、この商品を使うのめちゃくちゃ楽しみにしています。この相棒である GoPro が、壊れてしまったのはすごく、ショックだったんですけど、逆にこの GoPro が壊れなかったら、今回この新しいカメラを購入する決断にも至らなかったので、ピンチはチャンスという風にポジティブに捉えていければなという風に思っています。このカメラを使ってですね、生まれ変わった大輝フィルムズをこれからも楽しみに待っていただけますと幸いです。はい、ということで、今回はちょっとサムネとタイトルでご心配をおかけしたと思うんですけど、今回は GoPro が壊れてしまったんですけど、新しいカメラを購入したよといったような報告の動画になります。はい、ということで、今回この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。あと Instagram の方ではですね、YouTube で取り上げきれない日常の方も発信しているので、ぜひそちらの方もフォローしていただけますと幸いです。最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、I see you in the next video. Bye!